さあ、始めましょう。今日のテーマは、遠い中東で起きているニュースが、一体どうやって私たちの日常、それもあなたの家のキッチンにまで直接つながってくるのか。そのちょっと見えにくい意図を、これから一緒に解き明かしていきたいと思います。じゃあまず最初のセクションから見ていきましょうか。この話のスタート地点は国際政治の難しい話じゃないんです。あなたの家にあるごくごくありふれたあるものから実は始まるんですよ。ちょっと想像してみてください。多分キッチンの引き出しのどこかにありますよね。あの銀色のシート。料理を包んだりお皿にかぶせたり、もう当たり前に使ってるあれです。実はですね、その何気なく使っている1枚のアルミホイルが今まさに世界を揺るがしている危機のど真ん中とつながってるんです。しかもこの話、多くの人がパッと思いつく石油だけの問題では全くないんですね。さて、ここからが本題です。危機の核心、ホルムズ海峡封鎖。なぜここが世界経済の急所、いわゆるチョークポイント、つまり締め上げられたら終わりっていう場所なのか、その理由に迫っていきましょ事態はですね、本当にあっという間に深刻化しました。2026年の2月末、イランの最高指導者が亡くなったこと、これが引き金になって報復の連鎖が始まってしまう。そして3月の中頃には、ついにイランは世界のエネルギー輸送の大動脈、ホルムズ海峡を力ずくで封鎖するっていう細部の手段に出たわけです。この地図を見ると、そのヤバさっていうのが一目でわかりますよね。ホルムズ海峡って一番狭いところだと幅がたったの50キロしかないんです。でも信じられないことに、この細い海峡を世界中の石油のおよそ2割が毎日毎日通ってる。まさに世界経済の生命線そのものなんですよ。しかもこれ、私たち日本人にとっては全くもって他人事じゃない。この数字見てください。94%。日本の原油輸入のほぼ全部ですよね。これだけの量をこのたった一つの海峡に頼り切ってる。ってことは、ここが止まるのは日本の経済が止まるのとほとんど同じ意味なんです。さて、ここからが今日の話の一番面白いところです。ニュースなんかでは石油価格のことばっかり言ってますけど、実は水面下で僕たちの生活を静かにでも確実に蝕んでいく二重のショックが今まさに進行中なんです。その正体っていうのがアルミニウムとヘリウム。アルミニウムは世界の約 9%。そしてヘリウムなんてカタールっていうたった一つの国で世界の3割も作ってたんです。供給のまさに陽だった。だから缶詰から最新の AI チップまで影響範囲が僕たちの想像をはるかに超えてるんですね。このグラフで本当に興味深いのはこの価格の上がり方なんですよ。たった1年で 41.5% も急騰して4年ぶりの高値。これって2022年のウクライナ危機でロシアからの供給が止まった時となんだか不気味なぐらいそっくりなんです。まさに歴史は繰り返すって感じですよね。一方で、ヘリウムの問題はもしかしたらもっと深刻かもしれない。このグラフが示している通り、カタールっていうたった一つの国が世界の供給のほぼ3分の1を担ってたんです。その生産が今完全にストップしている。だから最先端のハイテク産業はもう悲鳴を上げてる状態なんですよ。専門家もほらこうやって警鐘を鳴らしてるんです。ヘリウムは半導体製造に不可欠だと。これどういうことかというと、ヘリウムがないと次世代のスマホも AI 技術の進化も全部止まっちゃうかもしれないよっていう、そういうことなんです。じゃあこの世界規模の危機が具体的に僕たちのお財布にどう跳ね返ってくるのか、そのちょっと痛い現実を見ていきましょう。まず直撃されるのは毎日の買い物です。缶ジュースとか缶詰、お鍋とかフライパン、そして最初にお話ししたアルミホイル。原材料が4割も上がったら、そりゃ製品の値段も上がりますよね。スーパーでの支払いがじわじわーっと重くなっていくはずです。でも話は日用品だけじゃ終わらないんですよ。自動車の部品とか家の窓枠とかアルミニウムってもっと大きな買い物にも使われてるんです。もし今車の修理とか家のリフォームを考えてるなら、昨日もらった見積もりが明日にはもう紙切れになってるなんてこともありえるわけです。そしてすぐには見えにくいけど確実にやってくる影響、それがテクノロジー製品です。
このヘリウム不足は数ヶ月後、あるいは数年後のスマホとかパソコンの価格を確実に押し上げます。次にあなたが買い替えるその1台は今よりもずっと高くなっている可能性が非常に高いでしょうね。ここまで聞いてちょっと不安になったかもしれません。でもここからが一番大事なパートです。その不安を具体的な行動に変えるための僕たちにできる最善の防御策、これについてお話しします。また値上げかとか、自分にはどうしようもないよってそう感じますよね。すごくわかります。でも決して無力じゃない。僕たち一人一人にできることはちゃんとあるんです。重要なのはこの仕組みを知った知識を武器にすること。まず一つ目、スーパーでアルミ製品の値段がどう変わるかちょっと意識を向けてみる。二つ目、大きな買い物は計画を早めて今すぐ動いてみる。そして三つ目、自分のお金を守るための他の選択肢を学び始める。この小さな意識と行動が未来にものすごく大きな差を生むんです。これ、歴史が何度も何度も僕たちに教えてくれてることなんですよね。どんな経済の嵐の中でも自分の生活を守り抜いたのは、いつの時代だって仕組みを知ってた人でした。情報を持って次を読んで、ほんの半歩だけ先に行動した人たちなんです。この解説をここまで見てくださったあなたは、もう昨日までのあなたとは違います。アルミホイル1枚の向こう側で世界がどう動いているのかを知るインサイダーになったわけです。さあ、その知識を使ってあなたは何を守りますか？あなたの家族ですか？あなたの未来ですか？それともあなた自身の資産でしょうか？